こんばんは、ラーギケンです。今回は簡単なモーターを作ります。用意するのはトイレットペーパーの芯、エナメル線、ネオジム磁石、構造部材、針金、ハルカリ乾電池、電池ボックス、電線、工具類、テープなどです。では組み立てていきます。トイレットペーパーの芯の縁の両側に小さな切れ込みを入れ切り落とします。エナメル線を用意し、トイレットペーパーの芯に巻いていきます。この時巻き方に注意してください。右の絵のように切れ込みを利用して8の字を描くように巻いていきます。両側に3回か4回巻いたら取り出して形を整えます。中央部分で固定のために小さく巻きつけ、コイルの両側にエナメル線を伸ばして出来上がりです。次に台を用意し、コイルを置くスタンド部分を針金で作ります。針金の先端を U の字に曲げます。高さを合わせて反対側も同様に曲げます。うまく回転するようにバランスを調整します。エナメル線の表面をカッターで削り、皮膜を剥がします。一方はエナメル線の一部だけ皮膜を剥がします。もう一方は全面の皮膜を剥がします。ネオジム磁石です。テープで固定します。ハルカリ乾電池1個を電源にします。だよ。さて、これは単なるクリップモーターじゃないのか、と思われた方もいらっしゃるかと思います。しかし、よく見ると、コイルの巻き方が違います。コイルの巻き方と磁石の向きが鍵になっています。一般的な DC モーターでは、回転軸に対してコイルを巻く軸が直行しています。また、磁石の方向も回転軸に対して直行しています。これはいわゆるクリップモーターでも同様です。今回のモーターはコイルを巻く軸
及び磁石の方向が回転軸と平行になるという特徴を持っています。このような特徴のモーターをアキシャルフラックスモーター、あるいは軸方向時速モーターと呼びます。私たちの周りではあまり一般的ではありませんが、最近では高出力 EV で注目されています。そもそもこの単純な構造でなぜ回るのでしょうか。説明のためにコイルの上下一巻きと磁石に注目します。コイルは角度によって電気が切れたり流れたりします。そしてちょうど電気が流れている時に磁石がそばにあったらどうなるでしょうか。フレミングの左手の法則、すなわちローレンツ力が働きます。磁石の位置とコイルの通電が同期するようにエナメル線の被膜を剥がせばコイルは回り続けることになります。これは実験でも確かめられました。一周に一度だけ通電することにより回転が持続しています。以上が今回のモーターの回転の原理になります。アキシャルフラックスモーターは構造的に同じサイズの一般的なラジアルフラックスモーターよりもローターの外径を大きく取ることができます。つまり同じ体積でもより大きなトルクを得やすいという特徴があります。将来的には模型やホビー用途にも使えるような小型のアキシャルフラックスモーターが登場するかもしれませんね。このような単純なクリップモーターの構造でアキシャルフラックスモーターを実際に回した例を探してみましたが、見つけることはできませんでした。もし似たような試みをご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えてください。また、この動画を見て興味を持たれた方は、ぜひご自身の手で試してみてください。作ってみた感想や発見があれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回分かったのは、思いつきでもやってみたら意外とうまくいくこともある。ということです。私がこういう体験をできたのも、皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。次回もまた何か面白いものをお届けできたらいいなと思います。ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴大変ありがとうございました。